はい、またお会いしましたね。いつも申し上げてるんですけれども、なかなか分かりにくいっていうか、分かってくれないところがありますので、今日はその話をさせてくださいね。一番最初、この前申し上げたんですけど、これ私どもの頸椎の1番、2番、大事なところですね。1番、2番の標本です。これが私の話で頸椎の1番は2つに分かれているというような表現してましたね。これが間違いなんです。この標本の中で頸椎の1番と2番はこのように関節してますねというその説明をしたつもりなんですけど、間違ってますね。1番こんなリングなんです。ここへ2番がこのように入ってるんですね。で1番が後頭骨を支えているので、ここのところがそうですね。1番が後頭骨を支えている骨ですね。私どもここ後ろから触るわけにいかない。で触ると2番が触っちゃうので、これ説明終わってますね。頸椎の1番はここでしか触れない。耳たぶのすぐ下のこのとこで触るんですね。私はずれてないので今きれいに触れますね。気持ちがいい。ところがずれてる人はね、例えばこっちにずれてると嫌な感じするんですね。で後ろ側にこっちが後ろ側になりますんでね、後ろ側に緊張があると上にずれるんですね。後ろが頸椎の一番これ後頭骨があって、もう皆さんご存知ですね。ここのところ凝ったって首が凝ったって言ってここのところ押さえますよね。そのように頸椎の一番は私どものエネルギーで血管が4本上がってますんでね、ここに2つと椎骨動脈って言ってね、骨の間に2つ大きな血管が上がって脳底動脈といってそこで私どもの脳に酸素と栄養を供給してるんですね。それだけじゃなくてで神経ですから、私どものいろんな全身の神経がここを通って頭と体をつないでいる、ね、通り道になっているわけです。ですからこの頸椎というのはとっても大事。特に頸椎の一番大元ですね。ここが硬くなると先ほど言いましたように、具合が悪いね、頭悪いね、頭が良くないね、いろんなことが起きるわけですね。ですから頸椎の一番を動かすっていうのはね、とっても大事な健康法なんですよ。そこで今回も一番最初からこのシリーズの一番最初から申し上げましたね。首を私はいつも浮かしていると、こういうことですね。首をこうしないんですね。ということは頸椎の1番2番3番4番、これもお話終わってますね。これが緊張してしまうんですよ。ですから私は今もそうですけども、皆さんって言っても自分に話してるんですね。自分にお話をさせていただく時もそうですね。自分たちですかね。お話ししていただく時に顎をいつも上げてる。でも福田先生下向くじゃないって言うでしょ。よく見ててよ。私下向く時も顎を上げてるんですよね。ですからコンピューター、文章を書くときコンピューター何時間もかかります。でも肩を凝るということはない。要するにコンピューターの位置をこの目の高さ、この位置に合わせてるから、こんな感じですよね。顎を上げてキーボードを打ってる。だからこうしてない、あるいはこんな感じにならない。下手です。私はとっても下手なんですね、その辺は。ですから肩凝るということはまずない。それから何度も申し上げました、私力仕事をやりますね。かなりの重いものでも持ちますよ。いろんな格好で持たせていただくけど、見て、この時もそう、顎を引いてない。さらに言うと膝を突っ張らない。さらに言うと肘を上げない。ですから私は重いものを平気で持てるんですね。私は学がないですからね、もうほんと14、15歳から重労働してましたんで、ありがたいですよ。で人生悪いこと何にも起きない。15、6歳で本当に重労働をやって負けなかった。人に負けなかった。ですから今の私があって、しかもこうして元気で、今もある程度ですけどね、重労働をやってのける。
あっさり言うとね、今でも多分ちょっとした人には負けないでしょうかね、重労働はね。ということですね。ですから今も下向いたんですけれども、悪い例はね、こうやって下向くの悪い例なんですよ。私こうしてたでしょ。だから実際負けてないんですね。一番をよく浮かしてるとこういうことですね。だからこっちに向くときこう浮いてるでしょ。こっちに向くときこうで、ご挨拶するときも今もそうですね。こうして終わったらね、上げていきましょうっていうの。要するに悪い例いきますとね、こうしてほら、こうやってやると体に悪い、どこじゃ精神的に悪いものを私はいっぱい持ってる。でも私たちはいつでもそう素晴らしいものをいつも持ってるんだから、せっかくご挨拶したらありがとうございましたってなんであげないのっていうの、差し上げるっていうんですけどね、差し上げる。ですから私は皆さんにいいものをいっぱい、今もそうですよ、しゃがんでないですよね、いいものいっぱい差し上げてるんですね。で皆さんもそうなさったらどうってあげる人は実は差し上げる人はもらう人ですね。もらう人、ありがたいねと、こういうことですね。はい、この話いきましたけどまた続きがあります。一休みしましょうか。あげてるでしょ。はい。